ご視聴ありがとうございます。今回はいよいよ来年春に開業する新駅に迫ります。国内でも珍しい駅構造となった背景にある路線の特徴、そして一時は立ち消えになった新駅計画が復活した事情と、まだまだ残るもう一つの計画に注目です。JR 東日本の発足から35年、この駅で初めて行われたこととは、一体何なのでしょうか。ここは、東京駅の京葉線地下ホームです。以前ご紹介した他の路線から妙に離れた場所にあるこのホームから快速蘇我行きに乗ります。京葉線には通勤快速もありますが、日中は走っておらず、日中は各駅停車と快速、そして特急の3本立て。特急を除けば快速が最速達種別です。特急以外すべての列車が停車する八丁堀に停車した後、東京23区の JR で最も乗降客数の少ない越中島を豪快に通過し、東京駅から5キロ弱のところで地上に出ます。京葉線は東京駅から蘇我駅までを結ぶ全長43キロの路線。元は貨物線として計画された路線で、後に旅客線化するにあたって、都心に直結させるために東京新木場間が後から追加され、1990年3月に全線開業を迎えました。路線のおおむね中間あたりでは、総武線の西船橋方面につながるデルタ線をそれぞれ抱え、武蔵野線直通列車が走行しています。現在では貨物列車が走るのは路線の半分程度の区間のみとなりましたが、沿線には工場や運河が目立ち、高速道路と並走する区間もあるなど、ビルや住宅が多い他の JR の近郊路線とは、車窓が大きく違います。なお、新木場から西に伸びる区間は、第3セクターの東京臨海高速鉄道臨海線として開業しており、京葉線とレールはつながっているものの直通列車はなく、独立した路線となっています。途中の新浦安で各駅停車に乗り換え、列車は東京駅から11駅目、新習志野に到着です。見えている線路は3本ですが、ホームの手前で上り線の横にもう1本加わり、駅自体は3面4線になります。2面が外側に、1面が中央の2線の間にある、非常に珍しい構造です。京葉線の途中駅としてはかなり複雑な配線ですが、快速列車は止まりません。車窓からは見づらいですが、上り線側の線路は2本になっており、一時的に5本の線路が並んでいます。なお、2本になった上り線はしばらくして1本になった後で再び2本になり、その先でまた1本になるという、なかなか複雑な線形です。そして下り線の右側にある2線が、この先で高さを上げ、逆に高さを下げた下り線をまたいでいきます。高架橋の下には複線分の土地がありますが、1線しか使われていません。左側に移った2線も高さを下げていく一方、右側の上り線は地上には降りてこないまま、高架線を走り続けます。ただし、上り線の高架の構造が一瞬だけ変わる場所があります。橋脚が斜めになっていることから、下に線路を斜めに通すことを意図したようです。京葉線ではこの他にも似たような設備があり、日の目を見ることのなかった設備がこうして残されています。左側にある京葉線と武蔵野線の所属車両を引き受ける京葉車両センターをよそに、上下線の間にホームが見えてきました。これこそが建設が進む幕張豊砂駅です。下り線が地上で上り線が高架という、国内では他にもあるにはありますが、非常に珍しい配置です。線路脇にネットがあるので見づらいですが、ホームの仕上げは結構進んでおり、作業員も多くいます。線路と作業エリアを完全に仕切っているため、徐行運転はしないようです。駅を過ぎたところで上り線の高架はさらに高さを上げ、それを追うように下り線がゆっくりと高さを上げていきます。そして上り線の構造がまた変わり、先ほどとは逆向きに線路を通す計画があったことが伺えます。京葉車両センターは、線路の左側にまだまだ続きます。全体で19本の留置線を備え、610両が配置されているだけあって、かなり広大な施設です。上り方に武蔵野線、下り方に京葉線の車両が留め置かれており、E233 系5000番台に混じって、209系500番台がいたことに気づいたでしょうか。次の駅に入る前に、上り線側からの全面展望がこちらです。高架線が高さを下げたところでホームが始まります。この線形は駅のために切り替えたものではなく、元からこうなっていたもののようです。下り線側と同じく、屋根の構造はホームの端と中央で異なっています。
徐行運転しないのは、こちら側も同じようですね。下り列車の展望に戻ります。遠くのビル群が大きくなると、新習志野から 3.4 キロ離れた次の海浜幕張が近づいてきます。妙に速度が下がっているのは、次がこの列車の終点だからです。開業当初は快速通過駅でしたが、その後駅周辺が発展したことで乗降客数が増え、現在では全ての快速が停車します。京葉線の途中駅で唯一の特急停車駅でもありますが、運行される特急全てが止まるわけではなく、通過する列車もあります。また、日中の各駅停車は、私が今乗っている列車に限らず全てこの駅止まりとなるため、上り方では確定と快速が4本ずつのところ、下り方では快速4本のみとなり、快速は各駅に停車するようになります。この駅は2面4線。新習志野に比べてオーソドックスな廃線です。この列車は上り線側に止まるので、この先へ乗り継ぐにはホームを移動する必要があります。一見すると平凡な構内ですが、2013年9月に JR 東日本で3カ所目となる省エネ型の駅に改装されたこの駅。LED 照明や節水タイプのトイレが導入されて省エネ化が図られたほか、上り線の横にもう1線分あるスペースには太陽光発電のパネルが置かれ、南側の壁には風力発電の風車もあります。一方、スラブ軌道の路盤がそのままになっている場所もあり、先ほどの全面展望で下り線の横に映っていたところもそうですが、未完に終わった計画の名残が随所に見られます。改装された時に構内にはおしゃれなお店もオープンし、人気はかなり多めです。途中駅唯一の特急停車駅の立ち位置は伊達ではありません。改札口の前もこの賑わい。駅前にはバス路線なども集まっており、交通の要衝となっています。全面展望ではビルが目立っていましたが、駅の南北にはアウトレットモールやグレードの異なる複数のホテルがあるほか、国際展示場である幕張メッセやスタジアムもあり、海浜幕張駅はそれらへのアクセスを一手に引き受けています。先ほどの幕張豊砂駅の予定地をさらに詳しく見ていきましょう。海浜幕張を出て数分ほどの場所で、上り線のみが高架橋になり、高架橋の横の道路に車が列をなしています。この道路に並んでいる車は、左側の施設の駐車場に入る車です。この左側、線路の南西側にある施設が、北は北海道から南は沖縄まで全国各地にあるあの施設、そう、イオンモールです。幕張豊砂駅は、両隣の駅から 1.7 キロずつの場所にあります。そして線路の南西にあるのが、イオンモール幕張新都心、2013年12月にオープンした施設です。立体駐車場を含む延べ床面積はおよそ40万2000平方メートル、東京ドーム 8.6 個分。店舗面積はおよそ12万8000平方メートル、東京ドーム 2.7 個分。建物自体も複数に分かれた、国内有数の規模を誇るショッピングモールです。また、施設内には広場などもあり、地域の人々を巻き込んだ各種イベントも行われるなど、ショッピングだけではない賑わい拠点としても大きな役割を果たしています。この先400メートル弱ほどの場所で高架橋の横の道路は左によれ、駅につながる道は閉鎖されていますが、線路脇の駅舎はかなり出来上がっていることがわかります。屋根はカクカクと折れ曲がっており、折り紙を彷彿とさせる形状です。モール自体は線路の脇に延々と続いており、モールの真横に新駅ができるとあって、幕張豊砂駅を PR する幕もあります。道路が閉鎖されていた場所から400メートル足らずの場所では、バスターミナルなどの整備や駅舎の新築が進んでいました。道路は手前で終わっており、その先では真新しいアスファルト舗装がある場所と、まだまだ舗装作業中のところがそれぞれあります。駅舎自体はかなり遠くにありますが、駅の反対側、上り方の道路からは、駅舎のすぐ脇まで立ち入ることができます。現状のバス乗り場はこちら側にあり、路面は鉄板を敷いただけの仮設仕様です。施設の前景がこちらです。先ほどの道路からも見えていましたが、駅の南側にある駅舎は結構工事が進んでおり、ネット越しにも外形がわかります。ホームのヘリにもネットが張られているので、通過する列車は特段減速することはありませんが、作業員が駅構内に多数いるため、列車通過時には対比放送が流れ、私がいるところまで聞こえてきます。E257 系500番台、特急若潮が通過です。停車する種別はまだ決まっていないようですが、
拠点駅である八丁堀や新木場、舞浜なども全力でスルーしていることを踏まえると、特急は止まらない可能性が高そうですね。この駅がある場所はモールの真横よりも西側にずれた場所ですが、周囲には物流倉庫などが多く商業施設は少ないことから、このモールへのアクセスを念頭に置いたことが一目瞭然です。モールの開業自体は2013年ですが、新駅の開業までは10年かかっています。そしてこの駅には、それよりもはるかに長い歴史と、一筋縄ではいかない経緯があるのです。新駅構想が最初に持ち上がったのは、今から30年以上前の1991年。周辺が幕張新都心として開発され、車窓からも見えるビル群やイベント施設などが建設されていった中、鉄道駅は東側にある海浜幕張駅のみで、年々混雑が悪化していたことから、千葉県が JR 東日本に新駅設置の要望を出していました。JR は費用の全額負担を求めていた一方、バブル崩壊による景気悪化もあり、新駅構想は一旦立ち消えになります。この新駅構想が復活したきっかけが、2013年に駅南側にできたイオンモール。そして2020年の東京五輪にあたり、駅の近くにある施設が競技会場に選ばれたこと、さらには周辺での街づくりが新たに計画されたことから、新駅設置に向けた取り組みが前進します。2017年には、概算事業費が130億円、後期6年という概要が示されました。なお、この駅は地元の要望で作られる西岸駅と呼ばれるもので、JR 東日本はこれまで、この種の駅の設置費用は負担しない方針でしたが、今回は投資に見合う効果が得られるとして、事業費の6分の1を負担しています。その他には、イオンモールが2分の1、千葉県と千葉市がそれぞれ6分の1ずつ費用を負担しています。モールの横にできる新駅とはいえ、民間企業であるイオンモールが事業費の半分を出すというのも太っ腹ですが、イオンモールを運営するイオンの本社は、実はここ、海浜幕張が最寄りです。この建物の名前は、その名もイオンタワーアネックス。建物の外にロゴまで出ており、おそらくイオン関連の企業で丸ごと使っているらしく、千葉県をはじめとした地元自治体に多くの雇用などの恩恵がもたらされていることが伺えます。このビルは2011年に買収して名前を変えたもので、この西にはアネックスではないイオンタワーもあります。奥に見えるのはイオンモールではなく普通のイオンのようですね。駅周辺には他にも企業のオフィスがあり、富士通前どころかそのまま富士通、あるいはそのまま NTT というわかりやすい名前のバス停まであります。なお、海浜幕張駅の改札には、イオンモールへのアクセスバスの時刻表や、イオンの環境保護に関する取り組みを記した看板があります。こうした新駅建設には想定以上の時間がかかることが多いですが、設計がある程度進んだ場所から工事を始めることで、工期短縮を図っています。線路脇にフェンスがあるので見づらいですが、ホームの上部にはすでに幕状の屋根が張られており、工事は着々と進んでいます。ホームだけでなく駅構内にはこうした幕式の屋根が多用され、外部の光を取り込むことでエネルギー消費を抑える工夫がされています。また、高度なシミュレーション解析を行うことで、駅の内部に余計な熱がたまらないような構造にするなど、JR のノウハウがフルに活かされています。この駅は2023年春の開業予定で、1日平均で1万6000人の利用が見込まれています。ただしこの駅をめぐる計画は、これで全てではありません。現状、線路の北側には京葉車両センターがある一方、施設をまたぐ歩道橋などがないため、南北の行き来には、線路を東側へ大きく回り込む必要があります。南北をつなぐ自由通路の計画もあったのですが、先ほど触れた2017年の調査で、概算工事費50億円、工期およそ7年という結果が示され、想定される利用者数の割に費用がかかることから、駅と同時の整備を見送られています。まもなく開業する新駅と南北を結ぶ自由通路。両者がいずれ出揃い、地域の発展に貢献するといいですね。ご視聴ありがとうございました。